全然滑らない。ゴムみたいにベタつかなくてスタイリッシュで。シリコンチューブね、つけてる方は結構ここ分厚いじゃないですか。それに比べると全然細くてね。はい、こんにちは、スタロンです。今日はですね、この外の ST310、皆さんね、これお使いの方も多いと思いますけれども、このバーナーの定番チューンっていうのがあると思うんですけれども、その定番チューンをより快適にするための定番チューンをお伝えしようかなと思います。定番チューンって言われているのが3つあると思います。1つ目がこの点火レバーですよね。ここのね、下のボタン押しにくいから、オプションで用意されているこの点火レバー、これをつけることで簡単に火をつけることができるようになりますよっていうね、これですけれども、これ数百円で売られていますよね。私もこれ便利だなと思ってつけています。でもね、キャンプ車中泊してるとね、これがね、暗いところでこうポロッと外れてね、なかなか取り付けられなくてね、困ったことあるんですけれどもね、とりあえず純正オプションだし、こういう風に収納した時のここの形状ですよね、誠に収まりがいいというね、やっぱりね、純正品の良さっていうのはこういうところにね、生かされていると思いますので、ずっとね、この純正品を使用しています。これが1つ目のチューン。それから2つ目ですね、これ100均のクッキーの型ですよね。このクッキーの型がここのね、風防に役立つということで、皆さんもお使いじゃないかと思うんですけれども、これね、ここにちょっと分厚い部分あるじゃないですか。この部分を下側にするのか上側にするのかでちょっと変わってきますよね。まず分厚いところを下側にして取り付けると、こうですよね。こんな感じでぴったりとはめることができて落ちないんですよね。逆にこの出っ張りの部分を上にして取り付けると、こう簡単にね、取り外すことができるんですね。私はこれ見ていただくと分かりますけれども、いつもこういう風にして取り付けてるんですよ。そうするとね、調理が終わった後片付ける時に簡単に取り外すことができますし、いつもこうやってね、ぴったりはめ込んで持ち歩くっていう方法もあるんですけれども、そうしてる時に限ってね、これが箱の中でね、落っこちてどっか行っちゃってね、探すのに苦労するっていうこともありますから、私は調理が終わったらすぐに取り外して別のところに保管できるようにしています。皆さんはね、自分のお好きな方でね、お使いいただくのがいいんじゃないかと思います。これが2つ目のチューン。そして3つ目のチューン、それがですね、この五徳の部分ですよね。ここが熱くなるからシリコンのチューブをかぶせるっていうね、そういうチューンがありますけれども、皆さんそれされてますか？私はまだしてないんですけれども、今までね、ここを持って熱いって思ったことがないのと、そんなにね、テーブルの上でこうズルズル滑って困ったっていうことがないんですよね。それにシリコンの質感っていうのがあまり好きになれないんですよ。ここにね、シリコンのチューブかぶせてあるクッカーがありますけれども、皆さんもね、こういうギアをお持ちじゃないかと思います。で、このシリコンチューブね、質感皆さんいかがですかね。私はね、このなんかね、この感じ、こうギュッギュッってね、いかにもゴムがついてますよっていう感じ、そして若干ベタつくような感じがあって、滑りにくくはあるんですけれども、あまりにも滑らなさすぎるっていう風に思ってるんですよ。それをここに取り付けるわけじゃないですか。テーブルの上なんかではね、こういう形で使うわけじゃないですか。その時にね、ちょっと動かしたいっていう時にここを持ってあまり動かすことってないんですよ。こういう風にクッカーを上に乗せてね、調理しています。動かす時ってクッカーを持ってガスのボンベを持ってこんな感じで動かしてますから、ここのね、五徳の足の部分を持って動かすことっていうのが今までなかったので、そんなに必要性は感じてなかったんですよね。でもね、最近マツダ3で車中泊をしてみると、テーブルがそんなに広いわけじゃない、そして目の前にテーブルがあって、そこで調理をするわけですから、ちょっとね、これに手が当たってずるっと動いたりすることもあるんですよね。そうすると動きにくくあっては欲しい。でもこのね、シリコンチューブみたいなのをつけてあまりにも滑らないっていうのは、私はね、ちょっとね、好きじゃないんですよね。なので滑りにくくはあるけれども、ある程度滑ってくれる、そういった素材をずっと探してたんです。そしてもう一つ、多くの方がお使いになっているシリコンチューブって結構分厚いですよね。でそうするとここの高さが変わってくるわけじゃないですか。
一応設計上ではここのね底面とこのガスボンベが一直線上になるような設計だと思うんですよね。だからメーカーとしてはこのガスボンベにレザーでカバーとか作ってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、ああいったものは推奨されていませんし、ガスボンベかバーナーかどちらかの高さが変わってしまうとこんな風になっちゃうじゃないですか。あまりにも分厚いシリコンチューブをこの五徳の足につけちゃうとこういう風になっちゃいますし、ガスボンベの方に分厚いカバーをつけるとこんな風になっちゃいますよね。そうならないためにはあまり分厚くないもので加工してあげるのがベストだと思うんです。そこで私が用意したのはこれ何かというと熱収縮チューブなんですね。略して熱縮チューブなんていう言い方があるんですけれども、 Amazon なんかでね熱収縮チューブまたは熱縮チューブで検索してみてください。そうするとね電気の配線をまとめたりハンダ付けしたところのね絶縁材料としてこういった熱縮チューブが使われています。私もね熱縮チューブ何種類か持ってるんですよ。こんな風にね10センチくらいにカットして保管しているものが多いんですけれども、今回はですねその中でもちょっと分厚くて口径が大きいもの 6mm か 7mm ぐらいのね直径だと思うんですけども、このタイプを使おうかなと思います。これですね100均にも熱縮チューブ売ってるものがあるらしいんですけれども、私がいつも行く100均にはね置いてなかったんですよね。なので手持ちのものをね使おうかと思うんですけれども、皆さんもねやってみようかなと思う時には Amazon でね300円から500円ぐらいでこういったもののセット売ってますのでね、それで十分使えると思います。そしてこの熱縮チューブのいいところなんですけれども、一回取り付けてしまうともう動かないんですね。例えばシリコンチューブなんかだとこう動いちゃうじゃないですか。で私はこの ST310 にねシリコンチューブをつけたことがないんですけれども、シリコンチューブの特性ってやっぱり一緒ですから、シリコンチューブがねこう動いて困ってる方いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。ところが熱縮チューブはどうなのか。これね一回つけて取り外したんですけれども、ここにつけたものをねカッターナイフで切って取り外したんですよ。熱縮チューブってこういう形になるんですね。もともとはこれです。それにね熱を加えるとぎゅーっと縮んでこんな風に細くなるんですよ。そしてもうこういう形になっちゃうもんですから、ここからね絶対動かないんですよね。ずる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 動いて位置が変わるっていうことがないんです。そして触った感じがね滑りにくくはあるけれども全然滑らないっていう感じじゃないで、あまり分厚くならないからこれをね畳んだ時に邪魔にもならないっていうね、いいことばっかりなんですよ。なので今日はねその熱縮チューブの付け方ちょっとねここでご紹介しようかなと思います。はい、それではね早速取り付けていきたいと思います。今回はですねシリコンオイルを使いますけれども、これ持ってない方はねサラダ油でも洗剤でも何でもいいです。滑りを良くするためにねとりあえずシリコンオイルを塗ります。そして熱縮チューブをねくるくる回しながら油をなじませながらね、はい、こんな感じです。これね私はもうこんな長さに切ってね保管してますからこんな感じになっちゃいますけれども、これもともとね 1m ぐらいの長さのものをねカットしてるんですね。なのでもうちょっとねこの位置高いところまでつけたいっていう人はですね15センチぐらいにカットして取り付けるのがいいんじゃないかと思います。でここまで取り付けると次はここにね熱を加えるんですけれども、ハンダゴテなんか持ってる方はねハンダゴテで温めてもらってもいいですし、私はドライヤーを使います。はい、こんな感じで仕上がりました。もうぴったりじゃないですか。ぴったりで全然動かなくて、そして滑りにくくて全然滑らないっていうわけじゃないですよね。こんな感じで他のね3本も仕上げたいと思います。はい、できました。4箇所ともね取り付けました。いかがですかね、この感じ。結構スタイリッシュな感じじゃないです？シリコンチューブねつけてる方は結構ここ分厚いじゃないですか。それに比べると全然細くてね、こうやってね畳んだ時どういう感じになるかというとこうですよ。ほら全然かさばってないというかね、ここの点火レバーね、これが
中でこうカタカタ動くぐらい、それぐらい余裕があるんですよ。つまり何もつけてない状態とそんなに変わってないんですよね。ですけれども、こうしてテーブルに置いた時には明らかに滑りにくいんです。滑りにくいけれどもギュッと止まって滑らないんじゃなくて滑りにくいんです。なんとなく分かりますかね、この滑りにくさ。こう反対にしてみるとね、よく分かるんですけれども、無加工の状態だといくらでも滑るんです。ところが熱縮チューブをつけてあげると全然滑らない。でもゴムみたいにベタつかなくてスタイリッシュで、そしてこれね、地面の上で使うこともあると思うんですよ。そういう時にだんだんここね、ボロボロになってくることもあると思うんですよね。そういう時にはこの部分をね、カッターナイフなんかで、今ねカッターナイフでこうやると切れちゃうからやらないんですけど、カッターナイフなんかでね、こうピューッと切れ目を入れてあげると、こんな風に簡単に切って取り外すことができます。そしてね、また新しい熱縮チューブを入れてね、ドライヤーで温めると同じようなものができます。これね、シリコンなんかより全然おすすめですのでね、是非皆さんもやってみてください。そしてね、これ畳んで収納する時なんですけれども、100均のねクッション性なる袋みたいなのにね、入れてる方もいらっしゃいますけど、私の場合はこれ使ってます。これ自転車に乗る時にね、ズボンがチェーンに巻きつかないように足首に巻くやつなんですけれども、今ねこういうのって100均に売ってないんですよね。この長さがちょうどよくて、こうやると簡単にね止めることができて、私はこれ気に入ってるからずっと使ってるんですけど、最近だとこういうのがありますよね。便利ベルト。これちょっと長いんですけれどもね、こうぐるっと1回転させてこうやってね止めることができるので、しっかり止まりますしね。まあこの辺ちょっとクッション性もあってね、これはこれでなかなかいいんじゃないかと思います。こういう感じにしておけばスノーピークのクッカーの中にね簡単にこう入るし、ガチャガチャ言いにくいんでね、こうやって運ぶこともありますね。息子がねラー2デビューした時ね、このセットを貸してあげてね、いつもこうやって息子はこう運んでたんですよ。そしたらね、このね中はね結構こう傷だらけになっちゃったというね、そういう経緯もありまして、最近はこうやって運ぶことはあんまりないんですけれどもね。はい、ということで、今日は ST310 の定番チューンをより快適にする定番チューンをご紹介しました。これ新しくね発表された ST340 にもね、全く同じように使えるテクニックですので、興味ある方はね是非挑戦してみてください。ということで、今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。